はい、こんにちは、やすさんです。こちらの動画では、フレアネットワークスの最新情報について共有の方をしていきたいと思います。海外のですね、公式テレグラム、あとはですね、海外の公式ディスコードの方からですね、僕の方で、重要だと思うものをですね、抜粋して紹介の方をしておりますので、ぜひですね、最後までご視聴いただければと思います。はい、ではまずですね、7月1日、ガバナンス投票については、どうやって行うのですかという質問に対して、答えてまして、ガバナンスはですね、ブロックエクスプローラーを介して実行できますということで、今後ですね、分割投票、分割配布ですね、エアドロップ、それに関する、投票っていうのが行われるんですが、それに関してはね、サイトがね、ブロックエクスプローラーっていうのがオープンして、そこにアクセスして、投票の方を行っていくっていう流れになります。はい、そしてですね、デリゲートですね、皆さん気になっているかと思いますが、7月2日ですね、フレアのデリゲート報酬はソングバードよりパーセントが高いのでしょうかという質問に対してですね、答えられてます。金額は忘れましたが、ソングバードは週2%だと思うんですが、フレアはね、4、5%だと聞いてますっていう質問に対して、フレアメイトのコミュニケーションデリゲーションが始まるまでわからないとまだ、で、参加費は大きな要因ですというふうにね、一応答えられてまして、全体がね、どれくらい参加する、ね、費用がどれくらいデリゲートに集まってくるかによって、その分配報酬になりますので、パーセントっていうのが決まってくるので、現段階ではまだわからないという、この流れになります。で、報酬率に関しては、今、ソングバードの方でですね、一覧で見れるサイトがあります。このような感じでですね、ウィークリーリターンって週の報酬割合がですね、ランキングで、どこので、プロバイダーに預けると、ね、高い報酬が得られるのかっていうのを毎週ね、リアルタイム更新されているサイトありますので、そちらね、僕の方で、こちらね、クリックしていただくと見ることができます。で、今回の動画の概要欄の方に元記事のね、今回の動画の記事のリンク貼っておりますので、そちらクリックしていただければね、こちらのサイトを見ることできますので、気になる方はね、そちらから参考にされてみてください。はい、そしてですね、7月2日、同じ日ですね、フレアはいつから取引所で買えるようになるのですかという質問に対してですね、各取引所がFLR、スパークトークンを上場するのは配布後しばらくしてからですと、観察期間終了後になりますということで、これ観察期間っていうのはですね、以前僕の方でもね、また動画別で、公開させていただいたんですが、一応7月、11日メインネットローンチの予定になりまして、それからね、8週間後は、観察期間ということですね、およそ2ヶ月間ぐらいは、観察期間があると、ですので配布は9月中旬頃とされております。一応予定ですね。もちろんそれよりもっと遅れる場合はあります。で、その観察期間終了後になるのがまず一つ。で、上場日については弊社ではコントロールできませんということ。これはもう当たり前ですよね。プロジェクトは、トークンを配布すると。で、それを上場させるかどうかっていうのは取引所側の問題ですので、上場日に関してはコントロールできないと。で、ただ、一部の取引所ではフラーのサポートが早いようですということですね。で、つまりまたね、質問の方ありまして、観測期間中は取引所もフレアの売買に応じることができるのでしょうかということで、これは絶対できないと。観測期間、つまり7月11日メインネットローンチしてから9月中旬頃まではですね、観測、テスト期間ですと。観測期間というのはその名の通り観測期間ですと。ですので内部取引とかも行われてて、すべてロールバックされる可能性があると。これは、なんか問題が生じた場合はもっとね、また元に戻ってもう一回観測を始めるので、もっと9月中旬以降になるっていう可能性ありますね。で、その期間中はね、取引は絶対にできませんということですね、一応回答の方されてますので、今後ですね、ちょっと詐欺とかね、起こる可能性が、ありますよね。メインネットローンチ7月11日されてから、その時にね、もう配布されたんじゃないかってみんなね、心配になって、でね、そこにね、XRP を送ったらフレアをね、交換するよとかね、アプリだったりとか、連絡とか来てね、そちらに腐るビブを渡しちゃうとか言ってね、恐れても出てきますので、観測期間中は、上場はね、いつ上場するか分かりませんが、絶対ね、取引できないので、9月中旬以降になりますので、その期間までにね、何かそういうアクセスがあったら、必ずね、公式の方に確認された方がいいかと思います。アプリとかね、こういう連絡があったんで、どうなのかっていうのは必ず公式情報と、あとは公式のサポートにね、従って、よく確認してですね、そういった詐欺とかには合わないように、注意の方が必要になってくるかなと思います。はい。
で、7月4日ですね、フレアのガス料金は一定でしょうかっていう質問に対して、フレアネットワークスのガス料金はイーサのようなネットワークアクティビティによって増加するのか、それとも SGB、FLR 値でですね、一定のガス料金なのか、ガスは手数料ですね、送金とかって、交換とかする際にかかる。で、フレアのガス料金はイーサリアムのロンドンハードフォーク EIP1559 と同じですということですので、これね、イーサリアム詳しい方は知ってるかと思います。ハードフォークしたんですね。で、ロンドンハードフォークと言われてまして、それはね、ネットワークの拡張性を高めてて、取引手数料を安定させたんですよ。ですので、イーサリアムの取引上の高速道路と考えると、効果的にいくつものね、高速道路を使って、作ってね、渋滞しないようにして、分配してですね、で、料金をね、減らすと、要は渋滞しないわけだからスムーズに流れるわけなんで、標準化できるようになったということですので、ですので、それと同じようなものですということですので、ネットワークは、ソングバンドネットワークで、フレアネットワークになりますが、手数料の方はね、安く使える可能性がかなり高いということになります。で、同じく7月4日、ネットワークが11日にローンチで、トークン配布が9月だとしたら、デリゲーションはどうなるのかっていうことでですね、7月11日にメインネットがローンチしてね、デリゲーションできる状態になってるんですけど、トークンはね、9月しかもらえないので、どうなるのかという質問ですね。で、観測モード中、つまり7月11日から8週間の間に関しては、エンドユーザー、つまり僕らですね、顧客は何もありませんと。ただ、その間、フレアは FTSO がね、デリゲーションの仕組みがね、適切に機能するかどうかっていうのを、データプロバイダーに実際にデリゲートするということですので、トークン使ってね、先にフレアがテストをすると、その期間中に。で、問題なく使えるようでしたら、その9月以降にね、デリゲートっていうのは始まっていくっていう可能性が高いということですね。事前にテストしていただけるんだったら安心ですよね。はい、で、7月4日、F アセットや鋳造などをどこで行うのでしょうかという質問に対して、こちらディスコードですね。で、それに関しては、詳細は F アセットのローンチが近づくと発表されると。しかし、私個人的には、鋳造の選択肢の人は、ビフローストウォレットですね、によるものだと信じていますということで、ビフローストのね、アプリありますよね。そちらのウォレットで、鋳造とかね、F アセットは扱えるようになるのではっていうね、あくまでもまだこれは憶測になりますが、ですので、公式のね、発表を待った方がいいかと思います。はい、で、7月7日ですね、本日、メインネットが立ち上がったらどこで確認するのかということで、ネットワークはまだ開始されてませんが、開始されると、このソングバードのようなブロックエクスプローラーが表示されるようになりますということで、こちら URL、ソングバードの方を載せておりますが、これのね、フレアネットワークのものがね、オープンすると。で、冒頭でも話しましたが、ガバナンス投票ですね。こちらのブロックエクスプローラーで行うようなね、そういったサイトが、立ち上がるので、それをメインネットで、見ることができるといった形になります。はい、で、フレアネットワークが、どのように XRP レジャーと、相互作用するのでしょうかという質問に対して、フレアは F アセットと、あとソラリスブリッジを介して XRP レジャーと2ウェイブリッジね、2方向のブリッジを、橋渡しに持つことになりますと。で、XRP レジャーは EVM スマートコントラクトによる、アクセスすることができませんということで、フレアはそれを変えますということで、つまり、リップルね、XRP レジャースマートコントロール機能って持ってないので使うことはできませんよね。ですが、そのフレアはね、EVM スマートコントラクトっていうのを実装しますので、イーサリアムとかもね、利用できるようになるんですね。で、その F アセットっていうのをシステムを使うと、例えば XRP を FXRP とかに交換して、で、フレアの FXRP をフレア上でスマートコントラクトを使えるので、そこで交換したりね、何か DAPS、分散型アプリを使ったりとかすることができて、それをさらにまた、そのソラリスブリッジ返して XRP に戻すことができるから、事実上はね、スマートコントラクトを使えるって、言ったようになりますので、ですので、フレアはそれを変えますといったね、説明をされているかと思います。はい。でね、ここまでが最新の情報になります。で、今ね、メインネットローンチ7月11日控えておりますね、様々ね、情報出ております。あと FLR ファイナンスね、そちらのね、DAPS の方も更新されてますし、あとはオラクルスワップですね、新しく DAPS、ソングバード系のね、DEX オープンして、ソングバードユーザーの半分ぐらいがもう利用しているといったね、すごいスピードで展開されてます。で、先ほども話しましたが、僕の方でね、ちょっと懸念されているのはこちらの詐欺
欺とかがね、結構出てくるのかなと思います。やっぱね、情報がね、錯綜してると結構、分からなくなっちゃうんですね。7月4日、メインネットローンチって予定だったんですけど、それがまず11日になったっていうのと、7月4日はトークンのスマートコントラクト監査っていうのが始まってたりして、で、あとは、そのね、観測モードが8週間続くとかいうのは、かなり情報を毎日ね、追ってかないとね、今どういう状況なのかってわからない、方が多いかと思います。で、そこをついてですね、そういった詐欺案件とか出てくる可能性がありますので、必ずね、なんかあれって思ったら、公式の情報を確認されるってことがね、まずそれを未然に防ぐ情報になるかと思います。絶対ね、美味しい情報っていうのはそんなないので、必ずね、公式の方を確認されるということをね、徹底していただければと思います。はい、ではね、今回、フレアネットワークスの最新情報になりました。はい、ここからはですね、宣伝になってしまいますが、限定公開安産流ハイブリッド資産運用ということで、今仮想通貨で2万円の元手に10ヶ月で500倍の1000万円突破、現在専門知識経験不要の不労所得スターシステムを開発して、月利 20% 以上で資産爆増中、0から30万円稼ぐ秘密の裏技、爆発的に増やす自動売買システム、500倍に資産を増やすとメソッドですね。こちら僕の公式 LINE の方に登録してくださった方に、漏れなく全て無料でプレゼントしております。動画のね、概要欄、コメント欄にも LINE の登録リンク追加しておりますし、あとはね、元記事の一番下スクロールしていただいて、プレゼントの受け取りですね、クリックしていただけますと、LINE の友達追加の画面に入りますので、そちらからね、登録してくださった方に全てね、漏れなく無料でプレゼントしておりますので、よかったらこの機会にね、お友達追加していただければと思います。あとはね、今回の動画の内容でね、ちょっとわからないところがあったとか、もうちょっと詳しく聞きたいとか、あとはね、仮想通貨全般の質問も受け付けておりますので、何か気になることとかね、聞きたいことございましたら、LINE の方からお問い合わせいただければ、僕の方からですね、すぐ返答の方させていただきますので、よろしかったら、友達追加の方よろしくお願いいたします。はい、では長い間ご視聴いただきありがとうございました。